整備の炙りです。贅沢ですね。春日の桜締め。そうですね。桜の花を、ペーストにしてますね。いらっしゃいませ。じゃあこちらへどうぞ。はい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。恵比寿駅から徒歩5分、新築ビルの1階に堂々と店を構える2025年10月オープンの新店。のれんをくぐると清らかでかなり広々としたメインカウンターや個室を設けており、贅沢感を感じられる。おまかせは和食の道を渡り歩いてきた料理人による割烹料理と、寿司職人一筋のベテラン大将による握りをボリューミーな構成で組み合わせる。季節の食材を用いた料理は見た目も味わいも美しい一品が楽しい。握りは職人歴30年以上の誠実で丁寧な大将が正統派の握りを提供する。ドリンクにも力を入れており、日本指折りの名ソムリエが考案したワインや日本酒のペアリングもおすすめ。都会の喧騒を忘れて大切な人をもてなしたい時にぴったりの安心感のある名店です。結構ワインの種類豊富なんですね。そうですね。はい。知り合いの国際ソムリエの方に日本に数名しかいないんですが、式に合わせて監修していただいております。ワインとか日本酒を料理に合わせてそうですね。お任せで出す感じ、で 4杯と6杯っていうペアリングがあるんですね。そうですね。はい。はい、2種類ご用意してございます。これ伊勢海老ですね。伊勢海老の炙りです。贅沢ですね。はい。お願いいたします。彩りが素晴らしいですね。うまっ。伊勢海老の食感がたまらない。おつまみは裏で和食の担当の方がいらっしゃって、そうですね。はい。そこは役割分担ある程度して、本日のお作りは、茨城のホウボウ、右手の方は愛媛の、初ガツオ、そして、中央の方が北海道の天然のホタテになります。白子ポン酢ですね。よろしかったらホウボウを白子ポン酢でちょっと召し上がっていただきまして、カツオの方は上にはですね、酒盗おろしあえのせてございますので、もうお醤油つけなくてもちょっとおつけになって、あとは天然のホタテはわさびをおつけになってお醤油でお召し上がりになってください。あっさりで食べやすい。ホタテの食感最高ですね。白子はフグですよね。贅沢な組み合わせだ。すごいね。マグロの醤油焼きでございます。醤油塗ってからはい。箸に全然力を入れなくてももうほろって崩れました。これガリは赤酢ですか？赤酢で、はい。結構生姜の辛みを感じるガリですね。そうですね。かなり切れ味が。甘いよりは、赤酢のコクと生姜の辛み、キリッとした切れ味鋭い感じ。美味しい。イカを1貫目に持ってきた理由はありますか？
やっぱりさっぱりと、召し上がっていただきたいのと、あとイカの甘みを最初に感じていただきたいと思いました。大将これシャリは、はいそしたら2種類。お酢の2種類ですね。これさっきのシャリですか？さっきのシャリです。色は白いなと思って。だいぶ変わりましたよね。変わりましたね。はいへえ。でも包丁入ってるんですごい食べやすいです。豊久さんのシャリはお米は何を使ってらっしゃるんですか？お米は京都の、お米屋さんからちょっと仕入れてまして、八代目義兵衛さんからブレンドのお米ですね。お酢はどちらですね、今は被災地のお酢を、米酢と赤酢のブレンドしてございます。2種類ですね。 2種類ですね。はい、そこに塩砂糖。そうですね。はい、はいすごいスレンダーなパツパツ食感が最高。ですね。包丁入れた方がやはりこう旨味が出やすい、あとは煮切りもこう乗りやすいという考えて包丁を入れています。赤身でも結構あっさりでちょっと酸味が最後きて食べやすい。甘鯛とタケノコを揚げてあるんですか？はいでお出汁をかけてお野菜と、お料理すごい盛り付けも含めて豪華ですね。木の芽が結構香りとしてアクセントになってますね。木の実はいい香り。これかなり個性的です。ちょっと紹興酒っぽい感じ。そうですね、はい香りが。はい、時期的には今ちょうどカスゴ鯛が出てきてますので、その辺をちょっと召し上がっていただきたいと。確かに塩ってさっき取らせていただいてましたけど、そんなにがっつり塩かけてる感じです。そうですね、どうしてもこれに関しましてはこの葉っぱの方から塩分も出ますので、はい、塩ですか？桜の花を、ペーストにしてますね。砕いてそうですね。はい。でももちもちしてますね。もう密質がもうもちもち系。口に入れた瞬間にふわって広がる感じ。今日は愛媛の方の赤貝ですね。ちゃんと締まってるので食感肉厚で美味しい。ありがとうございます。これこそオレンジワインちょっと面白いんじゃないかな。赤貝。いやなんか不思議な感じですね、オレンジワイン。大塚さんの中でぜひこの握りは食べてほしい、この魚はうちで味わってほしい、楽しんでほしいっていう自慢のネタありますか？ちょっと王道的にはなってしまうんですけど、やはりこう江戸前ですので小肌、やはり江戸前を代表する寿司ネタですよね。サイズ感とか好みありますね。サイズ感はあまりこう小さいものよりは若干こうやっぱり脂が乗ってるものが好きなので、もうちょっと大きめの方がいいかなと。これは昨日ですので、はい、あ、うまい。あ、うまい。ありがとうございます。噛むとその締めた感じと小肌のちょっと気持ち大きいので油というかパワーがある感じがでシャリと馴染んで、噛めば噛むほどどんどん味が濃くなっていくっていう。でもそれ完全仕込みとしては狙い通りですよ。そうですね。はい。こうお客さんの前で調理するっていうのも一個大切にされているというか、豊久さんの見どころの一つですね。そうですね。やっぱり目でも楽しんでいただいて、はい、臨場感がないですね。
ぎま汁になります。ネギマ汁。はい。九条ネギと焼きネギ、あとカブですね。で上には天には針柚子添えてまいりました。白ネギとマグロっていうのがあるんですけど、九条ネギをさらにどさっと入れてるのが豊久流ネギマですね。見た目にもこう緑が出て楽しめます。いやこれネギすごいな太っ。3分割して薄くするっていうのはどんな意図がありますか？まあ、もちろん見た目もちょっと意識はしてますし、あとそれ食べた時やっぱり柔らかくスッとこう入るそのバランスですよね。その辺ちょっとイメージして薄く3枚にしました。これ油ありますね。でも油、そうですね。マサバ。はい。これもそんな締めてない。でもこれは油が結構強いので時間的には1時間半ですね。かなり油ありますねこれ。そうです。バンドの細さがまた絶妙ですね。太すぎない。むしろ細めのバンド。ちょっとやっぱり海苔って邪魔になるのかなっていうイメージですね。サクサクあっさり。豊久さんへのはいお店のアクセス方法、はい教えてください。JR ですと JR の恵比寿駅から、目黒方向に徒歩5分、あとは同じく日比谷線ですと日比谷線の恵比寿駅からほぼ同じですね、徒歩5分になります。はい。今はディナーだけ、夜だけですね。夕方17時5時から夜の22時10時までやっております。できれば今日曜日と月曜日やっております。おカフェは通常2万5,000円とあと3万円と、お部屋によってちょっと値段が変わっております。メインのカウンターが2万5,000円プラス税。そうですね。はい。で個室だと、ちょっとプライベートな感じ。そうですね。はい。板間が1人つきますので。はい。が3万円とですね。はい。ありがとうございます。イメージ。おつまみに関しては、5種類プラスお作りですね。で握りの方は、11貫と巻き卵になります。予約方法を教えてください。はい。直接お店に電話か、あとはサイトの方ですね。テーブルチェック、あとは食べログ、あとは一休となっております。締まってて、これがこう水分が多いともうちょっとこう弾力がブヨブヨした感じ。取れる解禁とっても季節によってもそうですけど味が変わるんで、だからやっぱり一番うまいのは冬場の青魚、サンマとかイワシとかを食べてる時の方がやっぱ身が美味しいですよ。なのでこうやっぱ夏場のマグロよりもその冬場のマグロは特に濃いし美味しいです。やっぱりなんかもうすごいですね。この筋のうねり具合が。油も乗って。筋がもうとろけてますね。すっごい甘いですね。油がすごいですね。甘い。今日一味が濃い、強い。筋がうまいですね。じゃあこれはどんどんうまくなってる。なんかすごいのが来ましたけど、かりんとうってお菓子だけじゃなかったんですね。料理のかりんとう。料理でも面白いかなと。へえ。でそこに菜の花と黒いのはトリュフ。トリュフですね。うわこれもうすごい、もうフレンチですよこれ。何ですかこれ新しい。なんか和食の概念やっぱ超える一皿っていうか、いろんなテイストのちょっとフュージョン感もあるっていうか、いや
でもこういう料理も食べれるっていうのは豊久さんの一個の強みですよね。寿司と和食と。うわ、なんだこれ。いろんな香りも入ってくるし、トロトロしてるのもあれば、菜の花のシャキッとした食感もあり、これちょっとすごいですね。でここに赤ワインですね。最後ペアリングの最後ですね。でかいですね。いいですね。ちょっと一口で食べれるサイズではないかもしれないですけど。100g アップのボタンエビ1尾分を握りでって相当贅沢ですね。今日一重いですね。どうぞます。特大サイズの。いや、ボタンエビの無差別級ですね。天国へと飛び立ちました。ゴートゥヘブンですね。ゴートゥヘブンです。はい。これはもう分かりやすくザでかくてフレッシュな、そりゃうまいよねっていう。もう食材ありきの。うまい。握りを食べてほしいとか、うちは結構つまみも面白いよとか、お店の話も含めてご自身の寿司職人としてのこだわりもそうですし、その後にこう味とか料理握りみたいなところでいうと何かこう大事にしてることっていうか、なんかありますか？まあ私もう本当バリバリの寿司職人ですので、裏の一品のものに関してはもうそのスペシャリストの和食の職人にこうもう全て信頼して、やってもらっております。で握りに関してはやっぱりこうそうですね、やっぱり旬がちょっとずれてきてますけど、まあ基本旬のものを使って旬の食材で、そこでやっぱり必ずそうですね、3品ぐらいは出せるようなには考えています。そんな豊久さんを漢字一文字で例えると何になりますか？そうですね、まだできたばっかのお店ですので、まあ挑戦という感じで、まあ挑むということですかね。こう振りかけた瞬間に柚子の香りがすごいもうこっちにも伝わってきました。爪結構甘めですね。そうですね、はい。卵かなり色がついてますね。卵のそうですね、黄身がちょっと濃いしっかりした卵を使っておりますので。これは厚焼き、だし巻き、厚焼き厚焼きですね。もうかなり甘めですね。これ軍艦にするかと思いきや巻物用でそうですね。贅沢ですね。はい。おお、いろんな食感が入ってますね。これも結構酒が進むかもしれない。塩味結構しっかりなんで贅沢ですね。で塩も2種類使ってます。それどういう塩と塩？普通に、アグニの塩とあともち塩ですね。でもやっぱり米の甘みじゃないんですけど、やっぱりそれに引き出すにどうしても砂糖が必要。ちょっと切りたてはもう甘いっていうイメージですね。で、まあ、落ち着いてきてこういうふうにこうまたちょっとなんていうんですかね、顔が変わったというか、はい、それだけのやっぱり砂糖が必要なのかなっていう、甘みが必要なのかなっていう感じで。
いちごめっちゃうまいですね。大塚さん、今日は楽しく美味しい時間をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。一通りいただいて、はい結構やっぱお料理もしっかりポーションもあるので、握りも関数しっかり巻物入れて12貫ぐらいはい出てきて、お腹いっぱいだなっていう満足度がすごいあったんですけど、はい感想としてはやっぱお料理もやっぱ一個強みだなっていう、つまみじゃなくて料理料理そうですね。けど、まず1品目の伊勢海老、はい。あれはやっぱり見た目も含めて1品目からこんな飛ばしちゃっていいんですかっていう、でもそれは狙いだったと思うんですけど、あそこからこう豊久劇場がスタートするっていう意味で言うと、ぜひ季節変わるといろんな料理も変わると思うんですが、1品目皆さんぜひ注目していただきたいなっていうのはありました。最後のすっぽんのはい。あれはちょっと本当に面白かったし、本当美味しかったですね。どこ行ってもやっぱりこう寿司屋ってこう、酒のあてに近いものですとか、あとはやっぱり野菜がどうしても少ないので、そこはちょっと他の、既存の店舗とはちょっとこう差別じゃないですけど、そこをちょっと開拓はしていきたい。どうしても魚だけ魚介類になってしまうと、栄養価的にも、見た目的にもあれなんで、やっぱりこう季節の野菜何に入れてと、それを寿司とどういうふうにマッチさせるのかっていうところの、すり合わせですね。全部もちろん美味しかったんですが、僕の中での今日の一番は小肌でした。ありがとうございます。大将もね、ぜひ食べてほしいって言って、やっぱその職人仕事が現れるネタの代表格だと思うんですけど、はいパッと見は最初食べた時は結構あっさりかなと思ったんですが、噛めば噛むほどどんどん美味しくなって脂が出てくるっていうところで、なんかこう絶妙な仕立ての技術を感じたので、そういうネタに抜かりなく仕込みちゃんとされてるんだろうなっていう、その実直さというか、職人としてのなんかベテラン感みたいなのがすごい伝わってくるかなと思います。そうですね、最初もすっごい美味しいシャンパンから始まって、白の飲みやすい甲州もあって、でオレンジワインのちょっと個性が出てきて、それが僕今日赤貝とオレンジワインのペアリングなんかもすごく面白かったです。もちろんお寿司に向き合う方もマッチすると思うし、でもなんかこう何人かで来てその会話を楽しみながら美味しいものがいい順番で出てくる、はい、でお酒もいろいろ提案してくれるっていう、そういう楽しみ方を求めるお客さんに関してはよりこうハマるかなというか、おすすめできる、おすすめしたいお店かなっていう感じましたね。今日本当に長い時間美味しい料理いろいろ教えていただいてありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。